民主自由党は第24回衆議院議員総選挙に勝利し、単独で過半数の議席を獲得しました。これにより他の政党の協力を得なくても安定した国会運営を行うことが可能となったのです。しかし吉田茂は経済復興と講和条約の締結、この2つを何としてでも成し遂げなければならないと考えていました。そのため吉田はさらなる政権の安定を求め、同じ保守勢力である民主党に対して連立を持ちかけることになります。しかし当時の民主党内部では連立をめぐって党内の意見が分かれていました。連立に賛成していたのが犬飼毅を中心とする犬飼派です。彼らは国民は我々ではなく民主自由党を選んだ。国民が求めている政治を行うべきだ。民主自由党と連立しよう。与党になろう。と主張していました。これに対して芦田均を中心とする芦田派は連立に反対していました。民主自由党は我々の4倍近い議席を持っている。今、民主自由党と提携すれば飲み込まれてしまう恐れがある。民主自由党に近づくのはまずい。左右の分断を加速させてしまう。野党でいるべきだ。このように民主党は連立をめぐって深刻な対立を抱えていたのです。ところが、この時点で芦田はすでに発言力を失い、党総裁の座を退いていました。代わって新しく総裁となった犬飼毅が党内での発言力を急速に強めていきます。この民主党内部の動きに吉田茂は目をつけました。当時民主自由党の内部でも吉田茂に肯定的な人々が集まる吉田派と吉田茂に否定的な人々が集まる党人派との間で対立が存在していました。しかし今回の総選挙では吉田派の議員が多数当選したことで党内における吉田派の影響力は大きく強まっていました。そこで吉田は半ば強引とも言える形で民主党の犬飼派議員を第3次吉田内閣に参加させることを決断します。これに対し民主党内で連立に反対していた芦田派は強く反発しました。そしてこの一件をきっかけに民主党の分裂はもはや避けられないものとなっていったのです。こうして第3次吉田内閣は民主党の犬飼派と民主自由党の吉田派によって構成されることになりました。この内閣で特に大きな割合を占めていたのが吉田派です。彼らは吉田茂の方針に従い一体となって行動する人物たちでした。また吉田派の多くは官僚として政府の現場を動かしてきた経験を持つ人材でした。そのため政策の立案能力だけでなくそれを実行へ移す能力も非常に高かったのです。こうした人材を周辺に固めることで第3次吉田内閣では吉田茂を中心とした強い指導力を持つ体制、いわゆるワンマン体制が確立されていきました。さらに吉田は総理大臣だけでなく外務大臣を兼任していました。これ以降吉田茂は外務大臣官邸を拠点とし自身に近しい人物や側近を集めていきます。その結果意思決定は次第に一元化され、日本の進路を左右する重要な決断はこの外務大臣官邸で下されるようになっていったのです。こうして第3次吉田内閣はアメリカの占領政策の転換に歩調を合わせながら本格的な経済復興を目指していくことになりました。そのためにまず重要となったのが経済安定9原則に基づいて日本経済を安定させることでした。こうした中でアメリカ政府はジョセフ・ドッジを日本に派遣します。ドッジはデトロイト銀行の頭取を務めた銀行家であり、さらに占領下のドイツで通貨改革を成功させた経験を持つ人物でした。その実績を高く評価され、アメリカ政府から日本経済を立て直すための経済顧問に任命され、来日することになったのです。この人事はマッカーサーが強い権限を持って進めてきた従来の占領のあり方がアメリカ本国から見直され始めていたことを象徴する出来事でもありました。ドッジの役目は経済安定9原則がきちんと実施されているかを監視し、日本経済の復興を軌道に乗せることでした。いわば日本経済に対するお目付け役だったのです。ドッジは徹底した自由経済の信奉者でした。自由経済とは政府の介入を最小限に抑え、個人や企業に自由な経済活動を行わせる仕組みのことです。一方、その反対にあるのが統制経済です。統制経済とは政府が強く介入し、個人や企業に計画された経済活動を行わせる仕組みを指します。これまで GHQ の民生局が進めてきた経社生産方式は統制経済に近い考え方でした。そのためドッジはこの政策に強く反対し、
統制経済から自由経済へと方針転換を行います。この方針転換もアメリカの対日政策が変化したことを象徴するような出来事でした。そんなドッジは当時の日本経済が抱える最大の問題点を過剰な援助にあると考えていました。日本経済はアメリカ政府からの経済援助と日本政府からの補助金によって支えられており、この状況をドッジは日本経済はまるで竹馬に乗っているようなものだと表現しました。そして竹馬の足を高くしすぎれば転んで首の骨を折る危険があると指摘し、この竹馬を取り外さなければならないと考えていました。しかしこれまで行われてきたアメリカ政府からの経済援助や日本政府からの補助金がなくなればお金の流れは確実に滞ります。当然企業の経営は苦しくなり、国民の生活も厳しくなるでしょう。生活が苦しくなった人々が日本政府が悪い、GHQ が悪いと不満を抱くことも予想されていました。それでもドッジは必要なものは必要なのである、ここで根本的な原因にけりをつけるとして日本経済の自立を厳しく求めていったのです。こうしてドッジは経済安定9原則をベースに日本経済の自立と安定を目的とする大規模な財政金融引き締め政策、いわゆるドッジラインの実行に取り掛かります。その中でも最も重要な柱となったのが均衡予算でした。というのも直前の衆議院議員総選挙で与党となった民主自由党は所得税の減税や取引高税の廃止といったいわゆるばらまき政策を公約に掲げていたからです。その結果、吉田内閣が提出した予算案は支出があまりにも多い内容となっていました。当然のことですが、入ってくるお金よりも出ていくお金の方が多ければ国の財政は赤字になってしまいます。これを見たドッジは、なんだこの膨張予算は、こんな予算案は認められないとしてこれを一蹴しました。そしてドッジは GHQ に対して独自の予算案を作成しろと命令することになります。こうして日本政府は大蔵大臣であった池田勇人を仲介役として何度もドッジと会談を重ねながら予算案の修正を迫られていくことになったのです。こうして大蔵大臣の池田勇人はドッジから次々と下される厳しい要求と民主自由党内部からの突き上げとの間で完全な板挟み状態に置かれてしまいました。あまりの重圧に池田は一時辞職すら覚悟したと言われています。しかし総理大臣の吉田茂は池田の辞職を許しませんでした。というのも吉田茂はドッジが池田の能力を高く評価しており、池田を辞めさせてはいけない、今後も仕事を続けさせた方が良いと語っていたことを把握していたからです。そこで吉田は池田に対し、ドッジの考え方は我々の考え方とよく似ている、それならばその考えに乗ってまとめればいい、党内のことは私が抑える、対局のために今は耐え忍ぼうと力強く励ましました。この言葉に支えられ池田は何とか踏みとどまります。そして第3次吉田内閣はドッジの要求を全面的に受け入れて、補助金や給付金の削減に踏み切るだけでなく、復興金融金庫からの新規貸し出しを全て停止する決断を下しました。政府から市場へ流れる資金の出口を完全に塞ぐことで支出を徹底的に抑え込んだのです。こうして一切の赤字を許さない極めて厳格な均衡予算がついに完成しました。このような厳格な均衡予算と引き換えに日本が手に入れることになったのが国際経済への復帰でした。ドッジによる予算案が修正なしで成立したのを受けて GHQ は日本に対して単一為替レートを与えることを決定します。というのもそれまで占領下の日本では為替レートが取引のたびに品目ごとに決められる仕組みとなっており、非常に複雑な状態だったからです。例えば平均的なレートを見ると輸出では1ドル340円前後だったのに対し、輸入では1ドル160円前後と大きな差がありました。それだけではありません。輸出品では全体の3割近くを占めていた綿織物が1ドル250円から420円まで幅があり、約 3% を占める陶磁器は600円、約 2% を占める毛織物は350円と品目ごとにバラバラに設定されていました。一方輸入品を見ても全体の 14% を占める綿花は国内向けが80円、輸出向けが250円、約 12% を占める砂糖は177円、約 8% を占める重油は284円、
約 2% を占める鉄鉱石は125円と、極めて複雑な為替制度が続いていたのです。この混乱した状況を改めるため、アメリカは日本政府が財政支出の出口を完全に塞いだまさにこのタイミングで1ドル360円という単一為替レートの設定を実施したのでした。こうして日本経済はドッジラインの実施と引き換えに国際経済への復帰を果たしました。しかし問題は戦争によって無理を重ね、すでに弱りきっていた日本経済がドッジラインの厳しい政策に耐えうる体力を持っているかどうかでした。もし突然給付金が廃止されれば、それまで給付金に頼っていた企業はたちまち資金繰りに行き詰まります。そうなれば従業員に給料を支払えなくなり、人員整理、つまり解雇が行われるでしょう。それすらできなければ企業の倒産を引き起こすことになります。当然こうした事態は日本政府や GHQ、そしてドッジ本人もあらかじめ予想していました。それでもドッジは根本的な原因を解決するためには必要なことだと考え、予算を厳格に守らせていきます。その結果、これまで際限なく市場に流れ続けていたお金の動きが止まり、先延ばしにされ続けてきたインフレはついに収束へと向かったのです。しかし、このような荒療治には当然ながら大きな副作用も伴いました。予想された通り、民間企業の間では深刻な資金不足が発生し、特に中小企業を中心に給料の減額や不払いが相次いでいきます。さらに人員整理や企業の倒産も続出し、失業者は急速に増えていきました。こうして職を失った人々は強い不満を抱くようになり、その不満は労働者たちを共産党が主導する労働運動へと向かわせていきます。その結果、日本各地で労働争議が激化していくことになったのです。ドッジラインの影響をとりわけ強く受けることになったのが日本国有鉄道、通称国鉄でした。ドッジラインの基本的な考え方は、できるだけ国から出ていくお金、つまり支出を減らすというものです。その結果、公務員の給料を減らそう。そのために公務員をリストラしようという発想が強まっていきました。こうして国鉄では多くの職員が人員整理の対象となり、大量の失業者が生まれることになります。もちろん国鉄の労働組合もストライキを含む実力行使で対抗する姿勢を見せました。しかし国鉄当局は第一次人員整理として約3700人のリストラを発表します。するとその翌日、初代国鉄総裁下山定則が通勤途中に行方不明となり、その翌日に線路の上で列車にひかれて死亡しているのが発見されました。下山事件です。この事件は発生直後から自殺説と他殺説が入り乱れることになります。その後、日本政府は人員整理に反対していた国鉄労働組合に対し強硬な対応を取っていきました。続いて第二次整理として約6万3000人のリストラが発表されます。すると今度は中央線三鷹駅で無人列車が暴走し、脱線転覆した上で民家に突入する事件が発生しました。三鷹事件です。この事件では6人が死亡し、20人が負傷しています。警察は国鉄を解雇された労働組合員を容疑者として逮捕し、共産主義者が主導して社会不安を起こしているとの見解を示しました。さらに東北本線松川駅の近くでも列車が脱線転覆し、乗務員3人が死亡する事件が起こります。松川事件です。現場の近くには激しい労働闘争を展開していた東芝の松川工場があったことから、この事件についても政府は何者かが集団で計画的に妨害を行ったと推定されると発表。警察は国鉄や東芝の日本共産党員を主とする組合員を次々と逮捕していきました。これら一連の事件では共産党や労働組合が関与したかのような報道が行われ、後に死刑を含む有罪判決が下されました。しかし長い裁判の末、最高裁において逮捕者の一部は無罪と判断されています。それでも国鉄と東芝のどちらにおいても労働運動そのものは敗北に終わり、結果として大量解雇が実施されました。こうして労働運動は敗北を重ねていくことになるのです。さて、日本の財政を立て直すためには支出を削減するだけでなく、収入を安定させることも必要です。支出の削減に対してはドッジによって厳しく指導されてきましたが、一方で収入の増強については別の形で改革が進められていきます。その役割を担ったのがコロンビア大学の教授であり財政学者でもあったカール・シャウプを団長とする財政調査団でした。
国の主な収入源は言うまでもなく税金です。シャープは日本に来日し、日本の税制を根本から見直す勧告案をまとめました。これがいわゆるシャープ勧告です。シャープ勧告の目的は一時的な対処療法ではなく、恒久的で安定した租税制度を確立することでした。そのため勧告案では3つの柱を設定しています。1つ目は所得税を中心とする直接税中心主義。2つ目は所得の多い人ほどより多くの税を負担する累進課税の導入。3つ目は地方間の財政格差を是正するための地方財政並行交付金の導入でした。直接税中心主義によって安定した税収の確保を図り、所得税に累進課税を導入することで課税の公平を徹底、さらに地方財政並行交付金によって豊かな地域とそうでない地域との間にある財政格差を調整しようとしたのです。こうして日本経済はアメリカの占領政策の方針転換によって大きな影響を受けることになります。民主化と非軍事化を重視していた占領初期の政策は冷戦の本格化を背景に次第に経済復興と反共産主義を重視する方向へと転じていきました。この大きな流れの転換は後に逆コースと呼ばれるようになります。その中で実施されたドッジラインはインフレに歯止めをかけ、日本経済を国際経済へ復帰させることには成功しました。しかしその一方で中小企業の倒産が相次ぎ、失業者が急増するなど大きな代償を払う政策でもありました。生活が苦しくなった国民の間には、この不景気はドッジのせいだ、冷酷な外国人がやってきて占領という権力の名のもとに行われた不景気だという受け止め方も次第に広がっていきます。こうして日々の生活にのしかかる重圧はやがて占領そのものへの不満へと姿を変え、戦後の日本社会に新たな緊張を生み出していくことになったのです。